んにちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はコピークイーンを使った型紙の作り方とコピー用紙を使った型紙の作り方を紹介していきます。まずコピー用紙で作る型紙のやり方は、角をまず型紙に合わせていきます。それから直線を最初に引いていきます。少し長めに引いておくといいですよ。この角の部分をぴったりと合わせることがポイントになります。でこちらの型紙は縫い代が含まれている型紙になりますので、縫い代線もすべて描いていきます。でカーブの部分はこのように型紙をなぞって描いてください。で型紙に書いてあるこちらの切り替え線ですね、こちらも書いておきます。でタックを入れる線も入れておきます。こちらは定規で測るとちょうど2センチになるかと思います。定規も当てながら確認しながら線を入れてください。はい、そうしたら縫い代線の方を入れていきます。こちらも型紙に書いてある通りに線を引いているところです。中央にも合い印を入れておきます。でさらにまっすぐ線を引いておきます。こちらの型紙は巾着とポーチと同じように使っていきますので、真ん中の線はマロンポーチで使っていきます。どの線がパーツの線になるかを一つずつ書いておきます。縫い代をつける部分にも数字を書いておきます。周囲の縫い代線も書いておきます。カーブの部分はこのようにして引くこともできるんですけれども、こういう小さい定規があるとカーブを引くときにすごく便利なので、一つ持っておくといいんじゃないかなと思います。こちらはソーイングゲージといってクロバーさんで販売されているものなんですけれども、よく使っています。で全て書き終えたらこちらの型紙の名前とですね、できれば作った日の日付など入れておくといいんじゃないかなと思います。続いてコピークイーンを使った型紙の作り方を紹介していきます。で今度はこの赤い太い線が中央になるようにして重ねておきます。ちょっともったいない使い方になるかもしれないんですけれども、このようにして合わせることでカーブがあるものはですね、綺麗に作りやすくなりますので、是非このようにしてみてください。そしたら先ほどと同じように直線だけですね、先に引いておきます。
細かく引くときはこういう小さい定規があるとすごく便利です。普段は型紙に縫い代を入れないで作るんですけれども、こういうふうにですね、縫い代付きのものを作る時なんかもカーブ使うとすごく便利です。で、先ほどと同じように、切り替え線ですね、こちらも入れておきます。これはマスがあるので線を比較的引きやすいですね。こちらも同じようにして中央の線も入れておきます。で、先ほどと同じように縫い代が必要な場所は数字を入れておきます。で、今回この型紙には縫い代線を入れないので、縫い代が含まれているという意味で0というふうにも入れておきます。そうすると間違いにくいです。カーブのところも線をつなげておきます。はい、これで全て線が描き終えたところになります。はい、そうしたらカーブを1箇所だけ残してカットした状態がこちらになります。で、コピー用紙の方は2つ折りにしてカーブを最初に切ったのと同じようにして切っていきます。この部分ですね、こちらをなぞるようにしてカットしていきます。こうすることで対照的にカーブが出来上がるようになります。そしたら合い印の方も入れておきます。こちらは切り込みを入れておきましょう。5ミリぐらい入れておくといいですね。そうすると反対側ずれてないかなっていうふうに確認ができると思います。同じようにしてコピクイーンの方も半分に折ってカーブを切ります。こちらはマスに合わせてぴったりと重ねておきます。マスがあるのでぴったりと合わせやすいですね。そしてこの部分を切ります。描いた線をそのまま切ってもいいんですけれども、対照的に作るためにこのようにする方法をおすすめしています。同じようにして合い印のところも5ミリほど切り込みを入れておいてください。マスがある方がやっぱりぴったり合いますね。はい、これで完成になります。はい、そしたら実際に布に当ててカットしてみます。今回はコピー用紙で作った方の型紙をちょっと厚みがあるのでそのまま使っていきたいと思います。こちらはすでに紹介中のマロンポーチのポシェットの方の作り方で紹介している布で作っています。はい、布耳で作る時はこのように型紙を合わせてやるんですけれども、縫い代をつける場合の型紙の合わせ方は端を1センチ開けて型紙を重ねていきます。
でも例えば同じようにですね、型紙を使う場合は2枚重ねて裁断すると、すごく効率が上がります。でこのようにして縫い代に重ねて布耳を合わせていくやり方になります。続いて内布の裁断方法を紹介します。ポーチの内布はシーチングなど薄い生地を使うようにすると、ごわつきも収まるので、ぜひ素材の参考にしてみてください。今回の型紙を重ねて待ち針で留めない方法で紹介していきます。薄い生地なので2枚同時にこちらも線を引いてカットしていきたいと思います。で線をなぞったら待ち針で全体を留めて周囲をカットしていきます。そうしたら合い印を入れて、こちらもですね重なった状態でそのまま入れていきます。中央の合い印も輪になった状態で入れておきます。はい、これで内布の方も裁断が終了になります。いかがだったでしょうか。このようにして型紙作りからぜひ手作りチャレンジしてみてください。今回紹介のポーチは、新刊の著書の方に紹介がございます。バロンポーチぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。